おはようございます。たかしです。本日は11月7日木曜日、ただいま8時16分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在は先日からお話ししています、この緑の水平線ですね。この日本のライン、ここ、過去の若干揉み合った部分の高値と安値に引いたこの緑のラインの中で現在は推移しております。ここでのレンジになってくるのか、それともこれ上抜けるともう一段上昇という感じになってきますので、今はそれがどうなるのかっていうところです。基本的には GMMA の青帯、上向きですので上昇トレンド中、つまり下がったところから買っていくという押し目買いスタンスですね。ただ現在直近では結構いいところまで上がってきておりますし、先ほど言ったこの緑のラインの上限に来てますので、日足でのこういうダブルトップみたいなそういうのもイメージできますので、その辺の動きも考えておく必要があります。ストキャスティクスはもうちょっと上げ余地がありますので、そう考えると現在地付近からもうちょっと上昇して、現在の高値を上抜けて、そこがサポートになって上昇していくみたいな、こういう考え方が今はメインシナリオなのかなとも思いますが、やはり先ほど言ったこのダブルトップですね。これも考えておかないといけませんので、一度深めの押しをつけてくるという可能性も見ておいてください。では4時間足です。4時間足は直近の高値ですね。この部分を昨日の上昇で上抜けてきました。4時間足でもこういう今上昇トレンドを作ってきているところですね。そこから押しをつけて再上昇するのかというところです。ただ先ほど言った日足のこのダブルトップですね。こういうダブルトップ。色を変えましたけれども、こんな感じのイメージもありますので、それが今どちらになるのかっていうところですね。一旦はどちらにしても GMMA の青帯、今ここにありますので、こことの乖離があるので GMMA の青帯に戻すような動きはしてくる可能性がありますが、基本は GMMA の青帯、今までずっと上昇トレンド、そこが一度横向きになったんですが、再び上を向いてきておりますので、基本は下がったところから買っていく、押し目買いで考えておくのがいいと思います。GMMA の青帯、下抜けてくると、日足の先ほど言ったこういうダブルトップが完成していきますので、その動きにはご注意ください。では1時間足です。1時間足はこの直近の高値、ここですね。ここが意識されてましたよね。昨日だいたいこのあたりで下げ止まってからの反発上昇になってきております。と考えると本日下落してきてもまだこの水平線 198.5 付近っていうのは意識されやすいので、この辺での上昇になるのか。逆にここ下抜けてくると1時間足の GMMA の下に入ってきますので、その場合はこういう下落が考えられますので、そうすると4時間足の GMMA ぐらいまでの下落の可能性が考えられます。まずは一旦は GMMA の青帯までの下落を待ってですね、こういう動き。一度 GMMA の青帯に押しをつけてくるのを待って、そこからの再上昇。その再上昇が先ほど日足でダブルトップと言っていたこの高値ですね。ここを超えられるかどうかっていうところに本日は注目です。ですので、アラート仕掛けるならこの辺ですよね。このオレンジの水平線とか、昨日の高値付近、このあたりにアラートを仕掛けておいて、そこまで到達すれば、ここまで下がってくれば、そこからの押し目買いが検討を、ここまで上がってくれば、ここでのまたダブルトップですね。日足のダブルトップ、大きなダブルトップでの下落が検討できますので、その辺を見ておくのがいいんじゃないでしょうか。トレーディングビューでは簡単にアラート設定できますので、使いやすいチャートをお探しの方は、トレーディングビューが無料登録でご利用できますので、よければ登録してみてください。URL は概要欄に貼っておきます。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は昨日強く上昇してきましたね。大きな陽線が出ております。かなりの値幅動いたことになりますが、ただですね、気になるのはここ。今白い水平線でちょうどぴったり止まってますよね。これ過去の高値に当てているんです。大体過去の高値ですね。厳密に言うとちょっと違うんですけれども、そこに当てたその白い水平線がちょうど意識されて、そこで現在は上げ止まっているところです。こちらも日足の GMMA は上向きですので上昇トレンド中なんですね。ただ GMMA との距離がありますので、その辺付近までどこかで押しをつけてくる可能性はあるので、そこはご注意ください。今は直近のこの高値を明確に抜けられるかどうかっていうところに注目です。では4時間足です。4時間足は先ほど日足で言っていたこの白い水平線と、この直近の高値に引いたオレンジのライン、この中で現在はどちらに動くのかっていうところですね。ここを下抜けてくると GMMA の青帯ぐらいまで下落していくと考えられますし、ここ上抜けてくる、この白い水平線を上抜けると、日足のちょっとした戻り高値を上抜けることになりますので、そこからは上昇しやすくなってきますので、まずここを抜けられるかどうかですね。逆にこのあたりっていうのは売り圧力も入りやすくなってきますので、その辺の動きを見ておくといいと思います。ストキャスティクスも高値圏です。では1時間足です。1時間足までするとちょっと上昇の仕方が急激ですので、ちょっとわかりにくいですよね。ただ、GMMA の青帯とは乖離しております。それからストキャスティクスもずっと高値圏にありますので、現在は4時間足のストキャスティクスも高値圏、そして1時間足も
のストキャスティクスが高値圏ということは、やはり一旦下落を待ちましょうという考え方ですね。こういう動き方を想定しておいてください。GMMA の青帯は上向きですので、基本的には下がったところから買っていく。先ほど言っていたオレンジの水平線付近、もしくは深く入ってくるところの赤い水平線ぐらいまで、153円ぐらいまでの下落の可能性は考えられますが、基本的には GMMA と接触する付近が理想的ですので、まずはオレンジの水平線ですね。154円付近までの下落を待って、そこからの再上昇についていく。それが昨日の高値を超えられるかどうか、この白い水平線ですね。ここを超えていけるのかどうかっていうところに本日は注目しておくと分かりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝講師の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。先週末に投稿しました限定動画は、トレンドラインの引き方と考え方というタイトルで、トレンドラインを抜けた時にどういう動き方をするのか、そしてどこまで到達するのかという内容を詳しく話しておりますので、トレンドラインをよく利用される方はそちらの動画一度確認してみてください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。